にちは、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、ソニーから新しく発表されました完全ワイヤレスイヤホンについてですね、これね、ついに登場しました。待ちに待ってました。それがですね、こちらの WF1000X Mark IV ですね。こちらがですね、6月9日にですね、発表された完全にもうね、新しいワイヤレスイヤホンですね。発売はね、6月25日ということでね、もう少し先なんですけども、非常にありがたいことにですね、先行レビューのね、お声掛けをいただきましたので、いただきまして、実機の方をね、使わせていただいております。まだまだちょっとね、届いたばかりでですね、1日ちょっとっていうね、感じにはなるんですが、がっつりね、結構いろいろとね、使ってみましたので、こちらの正直にね、ちょっと使ってみた感想っていうのをね、お話ししたいと思います。でこちらがね、まず外観デザインになりますが、こちらが WF1000X Mark IV ですね。はい、ソニーのね、ロゴが上にちょっと金色がかった感じですかね。ゴールドな感じでありますと。XM Mark III に比べてですね、約 40% 小型化されておりますので、非常にね、小さな手のひらサイズっていう感じですよね。小型化されてですね、非常に持ち運びやすくて、もうほんとポケットにね、入る。もう入れやすくなりましたね。これ非常にね、大きな進化だと思います。はい。例えばこうやって AirPods Pro とかと比べてもですね、縦幅とかに関しては、遜色ないというかね、幅は少しね、Mark IV の方がね、ちょっと厚いんですが、縦幅はもうね、小さいですかね。もうかなりね、このぐらいの本当サイズ感なんですよ。はい、またね、地味にこう、なんか自立するのもね、はい、お気に入りなポイントかな。結構いいポイントかなと思います。AirPods Pro とかはもうこうね、立たないんでね。で、1000X Mark III も立たなかったんですよね。はい。で、また結構ね、こうサラサラしたですね、触り心地がですね、カルカのササって音が、非常にね、こう触り心地よくてずっとこう持ってたくなるんですよね。はい。でも指紋とかはね、かなりつきにくいものになってますね。で、非常によく考えられると思います。はい、で、一応ケースを開くとですね、この緑のね、LED ライト。で、こちらがお迎えですね。はい。で、イヤホン本体がね、ここに入っているという感じですね。以前のマーク3とかに比べてですね、結構取り出しやすいかなっていうね、気は、取り出しやすいと思いますね、非常に。はい、こちらが本体ですね。このマイクのね、ちょっとゴールドのところがちょっとワンポイントでおしゃれかなっていう感じですね。で、今までのね、イヤホンかな、1000X Mark IV がね、やっぱ違うのはこのイヤーチップなんですよね。これなんですけども、ここがね、やっぱ全然違うんですよ。これがね、ノイズアイソレーションイヤーチップで独自開発の、ものになります。ノイズアイソレーションチップですね。イメージで言うと、低反発の枕あるじゃないですか。あれになんか近い感じで、入れるとね、非常に密閉感が高まってですね、よりこう、遮音性がね、高まる感じでね、結構ね、心地よいんですよね。これ一応タッチセンサーになっておりますと。はい。耳になんかね、入れるというよりは、なんかイメージとしては、接地面がね、非常にこう多くなっている、構造なんですよね、これは。入れるというよりかは、ここにひっついているようなね、イメージになります。イメージとしては、こんな形ですね。耳にね、こうやっぱひっついているような、イメージですね。ここでノイズキャンセリング操作したりとかできますので。はい。ということで、まず一つ目はですね、特徴なんですけども、じゃあノイズキャンセリングどうなのかっていうところね、気になりますよね。こちらの話をしていきたいと思います。正直ね、そのノイキャンどうなのって非常に気になると思うんですが、はい。僕も気になるんですけど、はい。しっかりとね、進化してますし、なんていうか非常にね、強いですよね、ノイズキャンセルが。はい。一応業界最高クラスっていうね、ことなんですが、正直僕が聞いた感じでもですね、ほぼ本当に完全ワイヤレス、イヤホン市場とかの中で、ほぼベストと言ってもね、過言じゃないぐらいのね、ノイズキャンセリング機能なんじゃないかなと思いますね。この一応ノイズキャンセリングがね、非常に向上した理由っていうのは、いろいろあったりするんですけども、そもそもね、ノイズキャンセリングってちょっと不思議じゃないですか。そもそもなんでそのノイズがね、減るんですかみたいなところ。なんでね、減るのかってちょっと不思議だと思いませんか？急にね、聞こえなくなるじゃないですか。つけるとね、ひょって聞こえなくなるんですけど、周りの音が。なので、このノイズを減らす方法っていうのは、実は主にね、2つあるということでですね、一つ目がそのアクティブノイズキャンセリングというものでですね、ざっくり言うと雑音に対してですね、消す音っていうかね、波とか言うらしいんですけども、キャンセル波っていうものを出してこう打ち消すみたいな、ね、イメージですね。はい。なんでそう逆の波のね、こうなんか逆のものを当てて、なんかなかったことにするみたいな感じですね。イメージとしては。はい。それが一応アクティブノイズキャンセリングというものと、でもう一つがですね、こっちは単純にですね、ヘッドホンとかイヤホン自体のもう遮音性ですよね。ヘッドホンとかだとこう耳を覆ったりする。
構造とかだと思うんですけども、それであと密閉性ですね、それで聞こえづらくするということでパッシブノイズキャンセリングということですね。はい。でこの2つの面からアプローチしてWF ね、この 1000X-M4 っていうのをね進化してると。でさっき説明したアクティブノイズキャンセリングっていう面ではですね、統合プロセッサーの V1 というね進化したチップと 6mm のですね、新しいドライバーユニットが入ったことでですね、ノイズをリアルタイムでこう解析して消してくれると。これすごいですよね。はい。要するになかなかねこう賢くなってですね、ノイズをね、リアルタイムでこうどんどんね消してくれると。こちらに関しては、なんで低音のノイズとかをね、結構消してくれるというものになってます。はい、でもう一つは、遮音性ですね。はい。さっき言った、パッシブアクティブノイズキャンセリングの方なんですが、こっちはですね、イヤホンはですね、どうしてもヘッドホンとかに比べるとですね、構造上その遮音がね、なかなか難しいっていうね、思うんですけども、これがですね、先ほど説明したと思いますが、ノイズアイソレーションイヤーチップっていうものですね。で、低反発、本当にこれ、低反発枕みたいな感じなんですよ。わかりやすく言うと。そこでね、こう耳に覆うことで、遮音性がアップするので、こっちの場合で、こちらでですね、高音域の高い音域のノイズキャンセリングが、こちらでね、性能が上がるということで、低音域から高音域まで全部ね、こうカバーできるという形になってます。この両方からやっぱアプローチしてるので、やっぱ電車とかね、そういった乗り物からですね、ちょっと音域が高めの、人間の声とかね、までですね、話し声とかまでこうカバーできてるということですね。はい。あとね、風のノイズに対してもこれ対策がね、例えばされてまして、強風の時はですね、外側のマイクっていうのが自動的に、外側のマイクはですね、自動的にオフになるので、風の音ですね、マイク4つついてて2つがオフになるって形なんですけども、風の音もこう聞こえにくくしてくれるということですね。実際僕も風強い時にね、普通にノイズキャンセリングオンにしてね、歩いてみたりはしたんですが、全然問題なかったですね。あとはね、ノイズキャンセリングの、逆の機能っていうことで、外音取り込み機能というのも、ついております。はい。こちらもね、ワンタップでこうタップすればですね、左側ワンタップで切り替えられますので、これ非常にね、使いやすいかなと思いました。ただね、ちょっと多少のノイズみたいなのは外音取り込み時使ってるときは、静かな場所でね、こう使ってると若干サーっていう音が聞こえるかなっていうね。はい。ちょっと詳しくは最後に話しますね。はい。で、2つ目で、次はですね、皆さん気になる音質についてですね。これはね、ちょっと結論から言うとかなりね、僕も驚きました。はい、これちょっとびっくりしたんですけども、今回の、1000X Mark IV の方ではですね、LDAC というものにね、対応しました。はい、こちらもね、簡単にちょっと説明するとですね、Bluetooth で、ハイレゾ音声、無線なんだけども、ハイレゾのね、非常に高音質な音声をね、Bluetooth でも楽しめるというものになりますね。これなかなかね、いいなと思います。はい、ただこちらはですね、スマートフォンがこの LDAC というものにね、対応してないと、高音質で聞くことができないということがね、ちょっと注意点ではあるんですが、例えばエクスペリアとかですね、ソニーさんのものもありますし、あと普通の Android でね、この LDAC 対応端末であれば全然使えたりします。はい。ただね、多く皆さんお使いであろうですね、例えば、iPhone ですね。こちらは LDAC 対応してないんですよ。じゃあどうすんのっていうことで、ただここもね、うまくね、ちょっとカバーされてまして、それがね、DSE Extreme という機能なんですけども、はい、これ LDAC っていうものね、さっき言ったものが対応じゃなくてもですね、これあらゆる音をハイレゾ級の音質に、アップスケーリングというものをね、してくれると。この DSE Extreme っていうのが、もちろんですね、AI 技術で、リアルタイムで音楽を解析してですね、要するにいい感じにね、こう勝手にね、してくれるっていうものになります。例えばですね、なんで一般的にそう YouTube とかですね、例えばその音楽ストリーミングサービスとかを見る際に、そういったね、配信サービスとか見る際でも、こう比較的ね、非常に高音質な状態で、聞くことができるっていう形ですね。今言った LDAC とかですね、DSE Extreme に関してはですね、アプリの方でこれ設定ができるので、ぜひね、これはね、設定していただきたいと思います。あとでね、ちょっと説明しますが、これ非常にね、結構変わったりしますんで、まずね、このソニーヘッドホンズコネクトっていうものをね、ダウンロードしていただくとですね、で、イヤホン接続、してもらうと、例えばね、この上に、充電の量とかですね、100%、ケースね、あと充電の量とか、こういったものをね、確認できますね。まずね、これちょっとやっていただきたいのが、サウンドのこの Bluetooth の接続品質っていうところですね。はい。こちらが、基本この接続優先の方になっているので、この音質優先の方ですね。こちらにしていただくと、ヘッドホンとですね、こう書いてあるんですけども、再生機器ですね。スマートフォンでこう共通する一番良い音質で接続ですね。コーデックっていうものが、行ってくれる
まあ、一番いいね、設定にしてくれるんですね。あ、そうだね。で、最初言い忘れてたのは AAC ってね、一番上の方にこのコーデックですね。まあ、今なんで、これ、iPhone なので AAC ってものになって、DSE Extreme で今繋がってますよっていうこのね、真ん中ですね。WF1000X Mark IV の下に書いてある。まあ、コーデックとかをね、実際見れたりします。で、さっき言ったこの DSE Extreme も、こちらでオンオフができますので、まあ、こちらね、オンにしておくのが非常におすすめですね。はい。あとはイコライザーとかもね、結構ね、設定できるんですよね。これもね、結構変わりますよ。バスブーストとか、トレブルブースト、ボーカルとかね、かなりね、これ変わるんで、なかなかこれも面白いですね。で、自分でこうカスタムしてね、やることもできますと。あとはまあシステム関係で言うとですね、あと例えばこの音声アシスタント、まあ、Google とか、まあ設定できたりですね、OKGoogle でなんか、まあ、使ったりとか、今反応しちゃったけど、あとはですね、タッチセンサーのまあ機能とかも、タッチセンサーの機能とかもですね、例えばこう、外音コントロール、まあ、左側ね、まあ、ちょっと変えたりとか、再生コントロールにするよとか、結構左右で、まあ、タップしてどういうことをするかとかね、まあ、変えたりもこれできますね。あとまあイヤーピースがね、こうちゃんとね、はまってるかどうかの判定とかもできたりしますね。あとまあ音声ガイダンスをオンにするかオフにするかとか、まあ、割とね結構細かい設定できたりしますね。なかなかね、まあ、アプリはねなかなかよくできてるかなっていう思いますね。で続いてあとね、じゃあ音質ね実際じゃあどうなのかっていうところですよね。非常に気になると思います。まあ、こちらのね、お話をしたいと思うんですが、まあ、音質の感想としてはね、まあ、一言で言うと非常にいいなっていう、まあ、そこはね、まあ、本当にさすがソニークオリティという感じなんですけども、まあ、僕個人の本当感想としてはね結構まあちょっと感動したなっていうレベルではあったんですが、まあ、今回一応まあ僕 iPhone12 でですね、まあ、LDAC ではなくですね、まあ、DSE Extreme の方でまあ一応聞いた感想にはなりますね。はい。まあ、LDAC の方がまあどうしてもねハイレゾなんでめちゃめちゃいいんですけども、まあ、LDAC じゃなくてもまあ正直これでもね、まあ全然僕は十分かなと思いました。まあちょっと劣るところがねどうしてもあるんですけども、はい。まあ、ここに関しては、例えばその AirPods、まあ、Pro とか、まあ、こういったものに、まあ、こういったものね、僕普段使ってるんですけども、はい。まあ、個人としての感想ですけどね、まあ、明らかに、まあ、今回ソニーのね、方の方が、音質はね、非常にいいなと思いました。ここは明らかにね、勝ってると思います。まあ、勝ってるというか、まあ、明らかにね、まあ、僕は音質がいいなと思いました。まあ、一言で言うと、本当にね、リアルにね、生々しい音がね、感じられます。ちょっとまあどういうことかっていうね、詳しく話したいと思うんですが、主にね、まあ2つぐらいかなっていうところなんですけども、1つ目がですね、まず音のね、この解像度の高さですね。まあ、やっぱ音のね、解像度っていうのがもう全体的にね、もう高いんですよ。まあクリアな音が聞こえるってことですね。はい。もう一つ一つの音が、まあ、非常になんか綺麗、細かいんですよね。なんで細かい部分まで非常に聞こえるんですよ。これちょっとね、びっくりしました。まあ、なんで他のね、ちょっとワイヤレスイヤホンとかではですね、聞こえなかった音っていうのが WF マーク4の方ではですね、聞こえたりするんですよ。これがなんか不思議なんですけども、まあそんなね、まあ僕そんな音楽に関してはですね、まあ素人っていう感じではありますが、まあそれでもね、なんか違いわかるなっていう。これ多分みんな聞いてもらえばわかると思いますね。はい。まあ特にね、ミュージックビデオとかね、PV とか、本当まあこれ YouTube とかで、聞いても、まあ、ボーカルの音とかはね、結構まあしっかり聞こえるんですけども、まあ、例えば楽器の音ですね。まあ、後ろでこれ今ドラム叩いてるなとか、まあ、ベース今弾いてるなとか、まあ、そういったまあ組み合わさ、まあ、音楽ってね、そういったのを組み合わさったものだと思うんですけども、まあ、それのなんか楽器の一つ一つの音とかもね、今鳴ったなとかわかるんですよ。これがね、別にこの DSE エクストリームとかでも体感できるので、これがね、YouTube とかね、なんかそのストリーミングサービスでもわかるんで、これはなかなかね、いいなと思いますね。はい。まあ、あくまでちょっと個人の感想ですけど、まあ、二つ目としてはね、まあ、臨場感ですね。まあ、こちらがなかなかすごいなと思いました。なんかね、音にこう、奥行きをね、感じるんですよ。3D な感じ。はい。まあ、映画でいう本当にね、この 2D と 3D ぐらいのね、違いがあると思います。まあ、さっき言ったように一つ一つの音とかもね、綺麗に結構まあ鮮明に聞こえたりするので、まあ、アーティスト、例えば人の、ね、なんか吐息とか、ちょっと歌う前のはーっていうね、なんか音とか、なんかその吐いた息にですね、まあ、それとかね、まあ、そこのなんか場所のちょっと空気感とかがね、なんかわかるんですよ。環境音とかもね、非常にこうリアルに伝わってくるんですよね。あと、まあ、臨場感がね、あるってね、まあ、感じたのはね、なんでかなと思ったんですけど、まあ、音の方向とかも非常にね、感じられるんですよね。どっからこう音が鳴ってるのとか。はい。まあ、リアルなんですよ、すごい。
なんで今なんか左からなんか右に動いていったなみたいなとか分かるじゃないですか、イヤホンによっては。はい、そういったものが分かるんですよね。はい、でこの臨場感にさらにやっぱノイズキャンセリングっていうね、ものが加わるとですね、なんていうもう完全に自分の世界にこうなんか浸ってる感じです。こう分かんない。ちょっと伝わるか分かんないんですけどね。中二病っぽく言うとですね、ちょっと今ゾーンに入るみたいな。このワイヤレスイヤホンつけるとね、マーク4つけるともう今完全にもうゾーンに入ったみたいな感じになるんですよね。本当に没入感というか、本当こういうね、その世界にすごいね浸れるっていうね。はい、もう周りは周りの音何も聞こえないんで、はい、それがやっぱり家とかは自宅とかはねもちろんなんですけども、多少やっぱ騒がしい環境でもね自分の世界っていうのをね、例えばさ、電車に乗ってるとかそういうね、歩きながらとかでもですね、没入感に浸れるので、外にいても本当ね自分だけのライブ会場にいるみたいなね、感じですよね。なんでそういったリアル感っていうか、ね、生々しさっていうのがいい意味で、ね、音楽聴いてる時にこれ僕は非常に感じましたね。はい、これは本当ねぜひねちょっと一回聴いてみて、体感してもらえればと思います。はい、で音質はね、そんな感じだったんですけども、はい、ここからちょっと僕が実際使ってみて良かったポイントですね、細かな進化点とか含めて話したいかなと思います。でその後にここはちょっといまいちかなっていうポイントもありましたので、そこもシェアしたいかと思います。でまずね良かったポイント1つ目としては、防滴ですね、進化したポイントとしては、IPX4 というものに対応しました。以前のね WF1000X Mark III の方ではですね防滴とかね一切何もついてなかったんですけども、今回は防滴仕様というものになったので、ちょっと小雨でねランニングするとか、そういった場合でも使いやすいのかなと思いますね。で2つ目として、これね非常に僕個人的にちょっと嬉しかったのがマルチペアリングっていうものにね対応したことですね。Bluetooth の話なんですけども、皆さんもねちょっとあると思うんですが、なんかワイヤレスイヤホンをですね、例えばデバイス間で結構切り替えたりってことね、僕の場合だとね特に結構あるんですよ。はい、例えばなんでスマホでねこうなんか聞いてたものをですね、ちょっと歩いて聞いてて、そしてねカフェに入ってこうパソコン開いて、そっちの方でね音楽とかなんか動画とか見ようかなとか、切り替えることって、結構そういったことってあるんですよね。マルチペアリングに今回の、ね、WF1000X Mark IV に関してはですね、これが非常にスムーズだなと思いました。一般的な Bluetooth イヤホンであればですね、スマホ、例えばさっきの場合だとスマートフォンの Bluetooth 切ってからパソコンの方にね接続っていう形にしないと、使えなかったりとかするんですけども、そういった動作が一切なくてスムーズにそのままねペアリングしておけばすぐ使えるっていう形になりますね。ペアリング自体もですね、最初はね本当にこうケースから出してすぐにケースからパッと出して、すぐに、表示ありましたし、追加するって場合だとペアリングするって場合だとペアリング自体も、あと両耳のこのタッチセンサーをね、5秒間長押しすればペアリングモードになりますので、これも結構スムーズでした。ただ一応その同時接続に関しては1台までっていう形ですね。なんで同時に2台接続とかはできないです。はい、あと今言ったこのタッチセンサーとかをね、感度がですね、非常に良好だったりしてね、非常にこう使いやすく、ね、なってます。はい、ここが結構以前の WF1000X Mark III か Mark III の場合では、結構ちょっと当たってない誤動作とかかなり多かったんですけども、今回は非常に改善されてますね。全くゼロでちょっとたまにね当たることもなくはないんですけども、ほぼねないですね。非常に今回改善されて使いやすいなと思いました。あとはですね、ワイヤレス充電の方にも、対応しましたので、置くだけでね一応地位充電というものがで充電できると。はい、一応充電がですね、仮にちょっと切れちゃってなっても5分でね60分ですね、5分の充電で一応60分間使用ってものができますので、充電ちょっと忘れてたって思っても、そこまでストレスなくね使えるんじゃないかなと思いますね。で一応充電に関してはイヤホン単体でノイズキャンセリングオンで、8時間ですね、でケースに入れると24時間持つので、これなかなかいいなと。充電持ちはなかなかいいなと思いました。例えば、AirPods Pro とかの場合だとノイズキャンセルオンにして4.5時間ですね。なので、そういったところと比べてもですね、全然長持ちだなと思いますね。で、続いてちょっと使ってみて感じたいまいちかなっていうポイント、ちょっと気になるかなっていうポイントなんですけどね。はい、正直ね今回ねかなり本当ね改善されていまして、なかなかねあんまなかったなっていう感じだったんですけども、頑張ってちょっと見つけました。一つ目がですね、ちょっとさっき話したと思うんですけども、外音取り込みモードの時の、ね、ノイズがちょっと気になることがありました。周りのね音が多少あったりするとそんな気にならないんですけども、外音取り込みモードにした時に、例えばちょっと静かな環境で聞くとちょっとノイズのサーって音がね、聞こえるんですよね。そこはちょっと気になりました。はい、で2つ目に関してはちょっとこれ僕だけかもしれないですけど、iPad ですね
ソニーのヘッドホンのコネクタアプリ、ソニーヘッドホンズのね、さっき言ったコネクタアプリっていうのを使うと、これなぜかね、縦向きしか使えないんですよね。これまあ実際に画面なんですけど、こんな、見て合うかな。こんな形でね、こっちはいけるんですよね。横にしてもね、全然反応してくれないですね。アプリ自体は全然使えたりするんですけども、結構僕マジックキーボードとかつけてですね、横向きで使うことが多いので、これもちょっとね、改善してもらうと、さらに使いやすくなるかなと思いますね。あとちょっとそのタッチセンサーも、たまにですけどね、ほぼないんですけど、ちょっとたまにこう当たって誤動作みたいなことは、ほんと数回ですけどありましたね。それぐらいかな。そんなもんですかね、でもはい。今回はね、本当これがね、ソニーさんのね、本当これ本気出してきたなっていう感じで、かなりやっぱね、本当に真剣にね、真摯にね、前モデルの改善をね、されたんだなっていうことで、本当以前モデルの改善をこうしっかりガチでね、こうしてきたんだなと思いました。正直ね、ちょっとここで言うのも失礼かもしれないですけど、正直こんないいと思ってなくて、思ってました。ソニーさんすいませんでした。はい。今回はね、まだまだ、はい、お借りしてるのでね、返却しないといけないんですけども、正直ちょっと返したくないレベルなんですけども、WF-1000X Mark IV はですね、6月25日に、発売予定でございます。発売でですね、今ですね、予約時代はね、もう開始されておりますので、もうね、すでにですね、僕がちょっと見た時点ではありますが、Amazon でね、6月、10日時点ですけども、Amazon ですでにちょっとベストセラーとかにね、なったりはしてました。これはね、正直ちょっと売れるんじゃないかなと思います。結構売れるんじゃないかなと思いますね。要するにそんな弱点という弱点がね、ないんですよね。はい、非常にこうバランスがいいんですよ。音質もいいしね。非常にちょっとおすすめできるかなと思います。一応概要欄の方にですね、リンクございますので、ソニーさんの公式ページとかですね、こちらもね、もし気になる方は、ちょっとご覧になってみてください。個人的にはちょっとね、AirPods Pro が完全下手ってきてるんで、1年かね、2年ぐらい使って、正直ね、普通にもう自分で買ってね、ちょっと長期でまたちょっと使ってね、比較とかね、レビューもね、したいと思ってますので、ちょっとね、これから今後また気になる方はですね、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ということで、今回の動画少しでもね、役に立ったなと思った方はですね、チャンネル登録、グッドボタン、あとコメントもお待ちしております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。